聖願走行です。今日はメンタルが弱い自分を責めてしまうという30代女性三日月さんからのご相談です。人間関係のストレスからメンタルの不調が続いています。病院にも通っていて不安障害と診断されました。正直しんどいのですが、それ以上に苦しいのはこんなことでつまずくなんて自分はメンタルが弱すぎるという気持ちです。周りはちゃんと働いているのに自分だけ甘えているんじゃないか、そんな風に自分で自分を責めてしまうことが多いです。病気なんだから仕方がないよと言ってくれる人もいる一方で、考え方の問題だよ、気合が足りないだけかもしれないよと言われることもあって、自分でもやっぱりそうなのかなと思ってしまうことがあります。このまま生きていてもいいのかわからなくなっていますが、どうにか病んでしまう前の暮らしに戻れるものなら戻りたいです。何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。お便りをいただいてありがとうございます。仏教の言葉に一切皆苦というものがあります。すべて生きること自体が苦であるという意味ですね。私たちは生きているだけで苦を背負っているということです。だから諦めましょうというお話ではないんですね。苦であるということを認識できた人はいわば目覚めた人というふうに仏教では捉えられて、真理を見たい人、悟った人というふうに見るわけなんですけれど、分かりやすく言うと、生きてるだけで苦労してるよということを本当に理解できれば、結構今よりもですね、重く捉えていた苦しみがなんてことないなと思えるようになったりするんですね。ちょっと面白い例えがあってですね、生きているだけで苦であるということを少し分かってもらうためにお話してみますと、じゃあ苦の反対は何ですかと。仏教では楽というふうに表現します。で、苦も楽も今私たちが普段使っている苦しいという意味だったり、楽しいあるいは楽だという意味だったり、そんな単調なものではないんですけれど、とにかく苦は苦で楽は楽だと、この反対側にある2つのことが実は1つであるということを説明してみると、好きな飲み物を一つ想像してみてください。オレンジジュースかもしれませんし、コーラかもしれませんし、お茶かもしれませんね。で、その好きな飲み物を飲むことはその人にとって苦ではなく楽ですね。嬉しいことだったり楽しいことだったりするわけです。じゃあコーヒーが飲めない人にコーヒーを飲めっていうと、これは苦ですね。じゃあ、オレンジジュースが好きだとしましょう。好きなものを楽を維持したい。だから例えばずっとオレンジジュースを飲む。朝から晩まで水分は全てオレンジジュースで、翌日もそうです。翌日もそうです。365日ずっとオレンジジュース。どうですかね。嫌になりますよね。で、これは楽であったものが苦になる瞬間ですね。じゃあ反対のものを見ていきましょう。じゃあコーヒーが飲めない人は苦ですね。コーヒーを飲めというとどうでしょうか。皆さん子供の頃コーヒー飲めましたかね。飲めないですね。全員が苦いですよね。でも今どうでしょう。コーヒーはブラックじゃなきゃいけないとか、
あそこの豆じゃないと美味しくないとか、単に苦い嫌な飲み物だったコーヒーがすごく大切な楽しみの一つになって楽を与えてくれてますよね。そんなものなんです。苦は苦のように見えて楽だったり、楽は楽に見えて苦だったりするんですね。ですから今ですね、自分を責めてしまっている、メンタルが弱いなと自分を責めて苦しんでいるということをあまり重く捉えすぎなくてもいいということをお伝えしたいんです。今ね、自分を責めているということは何かおかしいとか、これは変だと思ってるわけなんですね。三日月さんが、私はメンタルを病んでろくに働きもせず、なんかおかしいと、これは異常事態だというふうに捉えてるわけなんですね。そんなことないと思った方が早いと思うんですね。人は病んだり苦しんだりすることありますよ。そりゃ自分が原因でそうなったと、自分だけが原因でそうなったというのは妄想です。自分にはどうにもならないいろんな人との関わりとか環境の変化の中でそういうことが起きただけ。そしてその起きたことはまた変化して他のことが起きていきます。どうせ変わっていくし、大したことないというふうに認めてしまってもいいと思うんですね。で、実はですね、幸せな人生というのもそんなに大したことないんです。今苦しんでいるから他の幸せそうな人、楽そうな人を見て自分はと比べてしんどくなって余計に苦しんでいる可能性が高いと思います。だけれども例えばすごく元気そうでお仕事を楽しんでいらっしゃる人でお金もあってという人たち、あれなんでそう見えるかというと、今ただそういう状況が現れているだけなんですけれど、お金を稼ぐという作業は楽しいんですかね。例えば仕事をしてますよね。何らかの義務があって思い込ませたりしながらも苦労をしているはずなんです、本当は。でコーヒーのように飲んでいるうちに美味しいなと思うようになってこだわりが出てきて仕事にプライドを持ってやっているわけです。でも社会ってそういうものですから、そうやって暮らしてますね。笑顔で元気で活発で、それもそうです。みんながみんなそういう性格でそういうことが好きで生きてるわけじゃないですね。静かな子供もいれば元気はつらつで声の大きい子供もいれば、いろんな人がいたはずです、子供の頃はね。でも社会というこの仕組みに順応するためにみんなそれぞれ自分ができる苦労を選びながら、別の苦労を味わいたくないから今目の前にある自分ができそうな苦労を選んで生きているだけだと思うんですね。今三日月さんがお仕事をせずに、例えば家の中で一日中泣いたり落ち込んで苦しいと、それをやめたければ別の苦しいことをやるほかないんですね。それは三日月さんだけじゃなくてみんなそうです。仕事に行くしかないんです。仕事に行かずに家にいるのが嫌だ、苦しいっていうんであれば仕事に行くという苦しみを選択するしかないんですね。そっちの方がマシだと感じるならその苦しみでいいんじゃないでしょうか。でうまく仕事できずに、人に嫌な顔されるとかね、その苦しみが嫌だったら家にいた方がいいんです。職場に行く行かないにかかわらずそういうふうに考えると
どうせ苦労する、どうせ苦であるんだからというふうにちょっと肝が据わってくると思います。もう少しやりやすくて分かりやすい対処法をお伝えしたいので、お守りです。まず朝起きて一日を始める時にですね、こんな風に考えてみてください。どうせ思い通りにはならない、どうせ、そんな風に思ってください。でこれすごい悲観的でネガティブな言葉に聞こえますが、仏教の真理として説かれるものです。この世の中の全てのことは思い通りにはならないと。だけれどそれが面白いとも言える真理なんです。思い通りにばかりいく人生どうでしょうか。何もする必要ないですよね。思っていればいいんです。ずっと思ってなさいっていう人生になりますよね。思い通りにどうせならないんだからと唱えて一日を始めてみましょう。ほとんどの苦しみは思い通りにならないことに対する怒りです。そして、2つ目ですね。今いろんな場面で嫌な気持ちとか考えを抱いてしまうと思うんですね。でその度にそれがまた別の痛みになったりしてぐる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 と続いていくと思うんで、それを止めるようなおまじないですね。私も実際によくやったことがあります。何か嫌なことを思った時にね、例えば私はいつもダメだな、本当バカだなって思った次の瞬間になんちゃってと、不思議とですね少し気持ちが楽になります。でそんなことよりもやっぱりその思考の連鎖が止まりやすい、ちょっと隙間ができるんですね。なんか人に嫌な態度を取られて、なんだよあいつ嫌なやつだなって思った瞬間になんちゃってと。そうする時に自分のまた別の観点の思考が浮かんできたりします。あいつは嫌なやつだな、なんちゃって、そんなことを思うような自分じゃ嫌だな、まあどんな人のことも恨まずに器でかく過ごせる自分ってすごいな、もうこれ以上何も思わないでおこう、なんか好きなものでも食べようと。そんなことができるようになりますので、何度も何度もやって結構ですから、嫌な思いを、嫌な考えを止めたいなっていう場合は是非使っていってください。そして最後にですね、やっぱりね、人が苦しんだりしてしまうのは自分のことがほとんどです。だからこそ仏教では自我を捨てなさいと、自我なんてないよというふうに教えるんですけれど、自分にこだわりすぎる心が肥大して、どんどん肥大して、もう病気が膨らみすぎていってしまうんですね。もうどうにもならないという状態にまでなっていきます。我を捨てなさいというのは、それをやめるためのヒントなんですが、自分も思い通りにはならない、それを認めてください。自分は自分の思い通りにならないし、他の人の思い通りにもならない。じゃあどうなるのって、流れていくんです。川が私は流れるぞと思って流れている、そうは思えないですね。川を眺めている人間が川を止めたいなと思っても川は止められませんね。流れている川はたとえ流れ方や流れる方向を変えることをできても、そこに水がある限り
流れ続けるんですよね。止められないんです。止まるとしたら止まるための何らかの原因とか条件とかそういうのが揃って、それ必要に迫られてそういう場面になっておのずと止まるだけです。ですから私は思い通りにならない、自分の思い通りにも人の思い通りにもならない、だけれどもただ流れている、今苦しい、ああ苦しい、ただ苦しい、でもどうせ苦しい、こうして少しですね諦めのような思い切った気持ちを抱いて過ごしてみることが非常に思いがけない力を与えてくれると思います。三日月さんが自分にこだわりすぎずに、今置かれている状況を大きく捉えすぎずにドーンと構えて暮らしていけることを願っております。三日月さん、そして動画をご覧いただいた皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますので、お便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。